はい、こんにちは。今日はね、爆発式カタパルトやっていきたいと思います。あの辺に浮いてる空中遺跡、あそこまでぴょーんと飛んでいきたい。ということで、行ってみましょう。まずはちょっと場所を移動しないといけないので、準備しながら話をしましょうかね。で、ひとまずここにあるもののうち必要になる荷物とかを積んでるんだけど、必要かどうかわからない荷物も積んでます。っていうのも、この先山の方に行くのっているってなった時に調達が難しいんだよね。まあどの道歩いてこれる距離だし、あんましシビアに考えてもしょうがないので、まあこんなもんでいいでしょう。で、今回の目標は空中遺跡なんだけど、目下目指してるのは噴気口っていうのも、今回使う素材の材料を取りに行くんだけど、そもそもあったあった、今回必要な素材があっちに見えてるので取りに行きましょうか。このゴムの木にちょっとダメージを与えると出てくるのが生ゴム。今回メインになるのは高反発ゴムっていう素材なんだけど、その材料の一つですね。どのくらい必要になるかわかんないんだけど、この後スクーターで山を登ろうとしてるので、あんまし欲張ってもしょうがないかな。まあこんな感じにしといて、引き続き噴気口を目指していきます。ちなみにあの辺に浮いてるのはグリーンスライム。あいつはあいつで今後使うつもりで池に落としてるんだけど、今回は置いといて、やっぱ坂はきついな。これ単なる上り坂ってだけじゃなくって、道が左右で段差があったりもするので、運転にもテクニックがいりますね。地形をうまく読んでうまいルートを選んで走ればそれなりにって感じではあるんだけど、そもそもこの斜面をこの荷物を乗せて走るようなスペックはないような気がする。ぶっちゃけこの辺は歩いた方が早いんだけどこの車体の実運用テストも兼ねてたんだけど、まあこんなもんでいっか。とりあえずここから歩いていくとして、よし、噴気口に到着しました。で、ここに来たのはこの硫黄が欲しかったからなんだけど、さっき取ってきた生ゴム、これを硫黄とくっつけるとゴムが出来上がりました。これはかなり頑丈で滑り止めにも効くような素材なので、結構いろんなことに使える素材なんだけど、これにさらに硫黄をくっつけると高反発ゴムが出来上がりました。で、さっきのゴムと比べて何が違うのかというと、跳ね方が全然違うんだよね。ちなみにこの2つは過去のアップデートで名前が変わったこともあって、私は高反発ゴムを指してゴムって言ったりすることがあるので、この辺は文脈で理解してください。同じ理由でゴムのことをあえて低反発ゴムって言ったりすることもあるんだけど、まあとにかく高反発ゴムとの違いは明確ですね。
そうそう、今回は使わないんだけど、ついでに言っとくと、この硝石と硫黄をくっつけると火薬が出来上がります。この前火薬全部使い果たしたんだけど、これでまた銃が使えるな。よし、じゃあこれであの空中遺跡まで飛べるか。とりあえず一番近そうなスポットまで移動します。この辺の坂だともう歩いた方が早いのが分かってるし、大した距離じゃないんでね。はいいとして、どの辺から狙うか。だいたいこの辺でいいかな。よし、ではいざ。全然ダメですねかなり飛んでるって言えば飛んでるんだけど、目標が遠すぎる。それにね、これジャンプして弾みで蹴飛ばしちゃってどっかに行っちゃうんだよねちょっとね、板の大きさとかをこの場所で試すつもりだったんだけど、はい、クリエイティブモードにやってきました。で、まずさっきの大きさであのくらい飛べたってことは、もっと大きくすればもっと飛ぶんじゃないのってのは当然の発想なんだけど、残念ながらこの世界ではそういう風にはなってないんだよね。正確な理屈は把握してないんだけど、反発力と重量が関係してるような気がする。じゃあ逆に小さい方が飛ぶのかってな逆転発想になるんだけど、これね、小さすぎると足で蹴飛ばしちゃってなかなか乗れないんだよねなのでさっき作ってたくらいがギリギリ実用的な大きさなんだけど、これを蹴飛ばさないようにベアリングで地面に固定すればいいのでは。これで試してみると、かなりいい感じですね。これはこれで地面に半固定してる分、別の物理法則が働くみたいなんだけど、じゃあこれで大きな板を作ればどうか。さらにいい感じに。ということはだ、もっと大きな板ならもっと飛べるってこと？かなり飛ぶね。これ隣にあるのがスタート地点の大木なんだけど、それのかなり上の方まで行けます。じゃあさらに大きな板で試してみると、飛ばなくなりましたね。ということはちょうどいい長さってのがあって、それを超えると効率が悪くなるってな感じっぽいですね。じゃあさっきのやつとの中間くらいの大きさを作れば、これがちょうどいい効率になるのかと思いきや、そうでもないな。そんな感じでなんやかんや試しながら4パターンほど試してみました。結果この左から2番目のやつが一番効率が良さそうですね。ただ微妙な立ち位置の違いなのか、この1番目のやつがごくまれに2番目よりも飛べる時もありはしたんだけど、安定的に実績を出せないと実用には不安があるので、今回は2番目のやつを採用します。ちなみに木登りするときは掴んで離してそれを繰り返すような感じですね。
さらに飛べるようにってところで、ここで使うのが爆薬なんだけど、火薬とニトロセルロースどっちを使った方がいいのか。結論から先に言うとニトロセルロースを使うことになるんだけど、それはなぜかというと、火薬よりも弾き飛ばす力が強い。それを確認するために同じ大きさのニトロセルロースと火薬を作って、ここに同じ大きさの石を乗せます。で、ここに火をつければ起爆するんだけど、この前の粘着銃は発火装置としても使えるので、よし、いざ。距離が近すぎて誘爆したのってもってん。石だとこのくらいね。で、ニトロセルロースの方はどうなのかというと、どこに飛んでいたのかわかんないんだけど見えないくらい遠くに飛ぶってことだけは分かりましたね念のため重りを増やして試すと、火薬はこのくらい飛ぶのと、そしてニトロセルロースは相変わらずどこまで飛んでいったのかはわかんないんだけど物を飛ばすにはニトロセルロースの方が効率がいいってことだけは分かりましたね。じゃあさっきのゴム板にこれをくっつけるとどうなるか。いざ。大木を飛び越えるくらい高く飛べました。これならもしかして空中遺跡まで行けるんじゃないかってなところで、この2つを設計図登録しといて、はい、ノーマルモードに戻ってきました。ここでさっきのゴム板とニトロセルロースを作っていきます。って言ってもね、ちょっとね、材料と雑品が微妙に足りなかったりしたので、若干行ったり来たりしてるんだけどとにかく、よし、ひとまずゴム板は出来上がりました。まずはこの状態で試してみると、まだまだですね。しかも地面に傾斜があるせいかちょっと接触するっぽい。これがジャンプ力に関係するかはわかんないんだけど、両側固定しといた方がいいのかな。で、ニトロセルロースに関してはこれ微妙に足りない上に近場で調達することができないんだよね。しょうがないのである分を加工して作りましょうか。よし、これで準備完了。いざ。結構飛んではいるんだけどまだまだかな。っていうかね、近くに見えてるとはいえさすがに目標が遠すぎる。とはいえ惜しいとまでは言わないんだけど、かなり近くまで飛べる時はあるので、ゴムの起源とか、あと風向きによってはワンチャンいけるかってな感じでやってるんだけど、ゴム板は微妙な立ち位置で最高効率が出たり出なかったりするんだけど、なかなか奇跡は起きない。ゴム板に関してはもうちょい工夫ができる可能性があるとは思ってるんだけど、さっきの長さを試した感じだとそ
それだけでいけるような気はしないし、ニトロセルロースはここにはこれ以上ないので、残念だけど今回はこの辺で諦めますか。ということで爆発式カタパルトやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。目標だった空中遺跡には届かなかったんだけど、今回は低反発ゴムと高反発ゴムの比較と火薬とニトロセルロースの比較として、ざっくりとはいえ違いが実験できたので、この辺は今後も使い分けていきたいですね。ちなみにニトロセルロースの方が火薬よりも弾く力が強いってことを知ってたくせに、なんで銃に火薬を使ってたのかというと、火薬の方は近くで調達できるってな理由がありました。ニトロセルロースも実は近くにあるんだけど、それが空中遺跡の上なんだよねとにかく次回も引き続き空中遺跡を目指そうと思うんだけど、次はもっと成功法でいこうかな。ということで次回はヘリコプターやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。